ビジネスのアイデアって一見するとすごく複雑に見えますよね。でも実はその奥深くに成功へのすごくシンプルな鍵が隠されてるんですよ。今日はその鍵を皆さんと一緒に見つけていきたいと思います。さて、今日の話はこんな問いかけから始まります。なんでお笑い芸人が超一流の CEO ですら知らないようなビジネスの秘訣を知ってるんだって。実はですね、全く違う分野で活躍している4人の日本人経営者に驚くべき共通点があったんです。さあ、その知恵を一緒に探っていきましょじゃあその一色の4人って一体誰なのか、そして彼らが目指すたった一つの目標って何なんでしょうか。まずはその顔ぶれから見ていきましょうか。いやー、見てくださいよこの顔ぶれ。お笑い芸人、e コマースの専門家、それにオフィスにほとんどいない CEO まで。普通に考えたら全く接点なさそうですよね。でも実は彼らの成功へのアプローチにはびっくりするくらい共通の原則があったんです。今日はその核心に迫っていきますよ。さて、彼らが共有する一つ目の秘訣。これ、決して難しい経営理論とかじゃないんです。もっとシンプルでもっと本質的。それはお客さんの目を完全に自分のものにすることなんです。例えばお笑い芸人の島田紳介さん。彼はこう言うんですね。めちゃくちゃ感じの悪い店員が一人いるだけでお店の売り上げは2割も下がるんだと。これ皆さん一度は感じたことのあるあの嫌な気持ちですよね。でも多くの経営者ってこういう当たり前のお客さんの感情を案外見過ごしがちだと彼は指摘してるんです。これって単に接客を丁寧にしましょうっていう話じゃないんですよ。もうまるでお客さんが自分に乗り移ったかのように、彼らが何を感じて何を求めているのかを肌感覚で理解する、そんなレベルの共感が求められてるっていうことなんです。株式会社武蔵野の CEO 小山信郎さんのやり方はさらに徹底してます。なんと彼は会社の中に有益な情報なんて一つもないとまで言い切って自らお客さんのところに足を運ぶんですね。そこで聞くのはこのスライドにあるたった2つのシンプルな質問だけ。でもこれこそが宝の山なんだそうです。e コマースの専門家西村浩二さんはこの顧客視点をストーリー作りに生かすんですね。つまりただ商品を売るんじゃなくて、ああこの会社を応援したいってお客さんに思ってもらう、そんな共感を呼ぶ物語を作ることがめちゃくちゃ重要だというんです。しかも彼はその関係づくりを感覚だけに頼らないんです。例えばこの332の法則。最初の購入から3ヶ月以内に3回連絡を取って2回目の購入は確実にしてもらう。こうやってお客さんの熱が冷めないうちにきっちりシステムとして忠誠心を築いてあげていくわけです。さらに彼の戦略はすごく巧みなんですよ。このスライドにあるように、いわばお客さんを育てる3段階の仕組みを用意するんです。まず無料サンプルで気軽に試してもらって、次に主力商品を買ってもらう。そして最終的には築き上げた信頼関係をもとに継続的に買ってくれる大ファンになってもらう。こうやってお客さんを自然と長期的な関係へと導いていくんですね。お客さんの心をがっちりつかむこと。これが一つ目の秘訣でした。でもそれだけじゃ足りないんです。お客さんの期待に応え続けるためには、それを実行するためのめちゃくちゃ強力な社内エンジンが必要になる。それが2つ目の秘訣です。ここからがまた面白いんですよ。このエンジンの作り方が賢者たちによって全くの正反対なんです。答えを外に求めるアプローチと内側に仕組みを作るアプローチ、この2つの違い、ちょっと見ていきましょう。先ほども登場した小山さんのアプローチは、とにかく外で行動しまくること。彼の哲学はまさに下手な鉄砲も数打ちゃ当たる。完璧な計画を練る時間があったら、まずお客さんの前で試してみる。ダメだったらはい次っていうこのスピード感を何よりも大事にしてるんですね。一方でアイリスオーヤマの大山健太郎さんは全くの真逆です。彼はイノベーションを次から次に生み出すためのとてつもなく強力な社内システムを作り上げたんです。彼の戦場はお客さんのいる現場じゃなくて社内の会議室なんですね。彼が掲げてる目標、これが信じられないくらい厳しい。なんと会社の営業利益の半分は発売から3年以内の新製品で稼ぎ出せって言うんです。これどういうことかっていうと、
常に新しいヒット商品を生み出し続けないと会社が成り立たないっていう強烈なプレッシャーを社内に作り出す仕組みなんですよ。で、そのための仕組みがまた常識破壊なんです。普通、工場って稼働率 100% を目指しますよね。でも彼はあえて 70% でしか動かさない。なぜか。残りの 30% はヒット商品が生まれた瞬間に一気に増産するための余力なんです。チャンスを絶対に逃さないための、驚きの戦略ですよね。つまりここでの重要なポイントって、アイデアの源泉が会社の外にあるか中にあるかってことじゃないんです。どっちのアプローチを取るにしても、生まれたアイデアを即座に形にするための絶え間なく動き続けるシステム、これこそが不可欠なんだっていうことなんですね。さて、ここまで顧客視点と社内エンジン、この2つの秘訣を見てきました。じゃあこの2つが組み合わさった時に一体何が起きるのか。そして私たちが本当に自分自身に問いかけるべき最も重要な一つの問いって何なんでしょうか。これこそが成功のループなんですね。お客さんから得た深い洞察、これをインプットとして高速で回転する強力なエンジンにかける。そして彼らが本当に欲しがっている製品やサービスをアウトプットとして絶え間なく生み出し続ける。このマシンを構築することこそが本当の意味で持続的に成長するための鍵なんです。では、今日の話からぜひ持ち帰ってほしいポイントを3つにまとめますね。これこそが全く違う分野で活躍する4人の賢者を結びつける核となる原則です。そしてここで気づくのは、これらの原則って実はビジネスの常識を打ち破ることから生まれてるってことなんです。そう、彼らは皆既存のルールを壊すことで成功したんです。小山さんは情報は社内にあるというルールを壊した。大山さんは工場は常にフル稼働させるべきだというルールを壊した。だからこそ最後に皆さんに考えてみてほしい問いがあります。あなたのビジネスを次のステージへ進めるために、今あなたが壊すべきたった一つのルールとは一体何でしょうか。